ポケモンカードが欲しい。そんな理由で殺人を犯せる心情をあなたは理解できますか？ 2000 年5月29日、アメリカフロリダ州インターラチェン森林地帯の空き地で3日前に行方不明になった少年の捜索活動が行われていました。その最中、空き地へ駆け込んできた一人の女性。あの子はここにいる気がするの。彼女はポスターで見たその少年ジェリー・リー・アリー・ジュニアの居場所がわかる気がして捜索隊に伝えにやってきたんです。女性が指さしたのは空き地に廃棄され子供たちの遊び場となっていた巨大な浄化槽。捜索隊は気がついていませんでしたが、浄化槽には工業用パレットで蓋がされている入り口が一つあったんです。そして女性に言われるまま工業用パレットを動かした捜索隊は同時に顔を歪ませました。誰がこんなことを。そう、浄化槽の中には両手足を縛られ自転車の下敷きにされた少年の遺体が。彼は殺されてしまったんです。ポケモンカードを奪うために。ポケモンカードが欲しいという理由で殺された12歳の少年。彼を罠にはめた恐るべき犯行計画の全貌とは。少年にとって唯一の友人は彼を陥れることしか考えていなかったんです。おさすけんちゃんです。やみやみこです。というわけで、やみこさん、そして皆さん、はい。年初に立てた目標、そろそろ締め切り近づいてんじゃないですか？みんな忘れてるわよ。あなた何大丈夫ですか？自分で何立てたか覚えてる？覚えてねえよ。そもそも立ててない説まであるわよ、ね。立ててる。あ、立てたか。立ててるけど覚えてない。覚えてないわよ。仕事のことはちゃんとやるけど、プライベートのゆるふわ目標って忘れちゃう。まあ。やみこさん覚えてるんですかね？いや、年始の目標でしょ、私、かすかに記憶あるわよ。動画で話したんだけど、結構新しいことにチャレンジするっていうのはちょっとめちゃくちゃざっくりしてるけど、私の場合さ、お茶とか茶道だったりとかね。あとなんか、バドミントンの話もその時してたかもしれないけど、あんたは多分キックボクシングかなんかって言ってたんだよ。やってたね。ね、やってんのあんた。やってる。なんでちょっと笑ってんの？あなた旅行とか言ってたような気もする。でも確かに言ってたわ。旅行はマジで死ぬほど行かせていただいて。したわね。はい。あれフィリピンの出来事は去年、今年去年なんだ。早いわね、1年。いろいろありましたよ、今年は。まあ、年の瀬も近づいてきてるんですけどね。引き続きね、アルゴメトルよろしくお願いします。本日ご紹介するのはアメリカ・フロリダ州で起こった殺人事件について。この事件では12歳の少年が殺されてしまうんですが、殺したね、犯人の動機としては、亡くなった少年が持っていたね、ある宝物を奪うためだったとされ、かなり物議を醸した事件なんです。宝物を手に入れるためってさ、相手は12歳の少年なわけでしょ、そんな小さい子相手に強盗を働いてまで奪い取る普通。物を奪ったって意味ではね、強盗殺人と言えるかもしれないんですけど、今回ね、お金じゃないんで、ちょっとそのあたりにね、なんか国によるのかもしれないですけど、ちょっとまあニュアンスはね、微妙に違うね、ちょっと特殊な事件なんです、これ。事件の日、いつもの時間に帰宅しなかった少年。そして一番怪しかった人物は、その少年の唯一無二の親友だったんです。突然の別れ。2000年5月26日、アメリカ・フロリダ州インターラチェン。夕方6時、辺りが暗くなり始めたその頃、自宅前の通りへ出てきた老夫婦は不安げに顔を見合わせていました。おかしいわ、あの子がこんな時間になるまで帰らないなんて。その日の学校帰り、すぐに遊びに出かけた12歳の孫、ジェリー・リー・アリー・ジュニア。ジェリーは両親が離婚して以来、祖父母と養子縁組をし、彼らの元で暮らしていました。気弱な性格のジェリーは暗闇が大の苦手。彼はいつも日が沈む前には必ず帰宅していましたが、この日は一向に帰ってくる気配がなかったんです。心配した老夫婦は辺りを探し始め、ジェリーの友人ジョン・アンソニー・シルバの家にも訪れますが、ジェリー見てないよ。アンソニーはそう言って首をかしげるだけ。老夫婦はこの日2度アンソニーに話を聞きに行きましたが、いずれも反応は同じでした。ジェリーのお友達はあなたくらいなのに一体どこへ行ったのかしら。ため息混じりにアンソニーの家を後にする老夫婦。彼らが出て行ってすぐ、アンソニーはこんなことをつぶやきました。あれはひどい死に方だったな。まさかジェリーの失踪にアンソニーが関係しているとはこの時は誰も思っていませんでした。なぜなら2人は共通の趣味を通じて固い絆で結ばれた親友同士だったから。両親の離婚をきっかけに祖父母に引き取られ、つい最近インターラチェンの町で暮らし始めたジェリー。彼には悩みがありました。学校行きたくないな。気弱な性格のジェリーは新しい学校に馴染めず、友人が一人もいませんでした。それどころかいじめられるようになってしまい、新たな町でのその暮らしはひどく憂鬱なものだったんです。そんな時に出会ったのがジェリーより2学年年上のアンソニーでした。まあ学校でね、同じ学年の子たちからいじめられてた中、そうやって上の学年の子と仲良くなれるってすごい心強いわよね。でもどうやって
そんな学年違うのに2人は仲良くなれたわけ？2人がね仲良くなったきっかけは人気のカードゲームだったんです。学校で孤立する中でもジェリーには心の支えになっている趣味がありました。それは祖父母の元へ来る以前から一生懸命に集めていたポケモンカード。ジェリーはある時そのコレクションを携えて地元のトレーディングカードクラブへ参加するんです。そこで声をかけてきたのが学校ではおよそ関わることのない上級生のアンソニーでした。すごいな、それ全部君のコレクションなの？珍しいカードがたくさん揃ったジェリーのコレクションに目を輝かせるアンソニー。学校では誰にも話しかけてもらえなかったジェリーは親しげに話しかけてくるアンソニーの振る舞いをこの上なく嬉しく感じました。このことをきっかけに頻繁に遊ぶようになった2人。彼らは別の学年にもかかわらず一緒に登下校をするようになり、ジェリーの学校での様子が気になっていた祖父母も胸をなで下ろしていたんです。ジェリーとこんな仲良かったらアンソニーのこと誰も疑わないわよね。まあ祖父母もね今日は会ってないよっていうねアンソニーの言葉を信じたわけですからね、そして失踪したジェリーは彼をね殺した犯人が15歳とは思えないような無残な姿で発見されたんです。見落とされた遺体。ジェリーを探し回っていた祖父母はその後夜9時を回った時点で警察へ通報。3日間にわたって警察犬や消防士、ヘリコプター、そして何百人ものボランティアを動員した捜索が行われますが、ジェリーは一向に見つかりませんでした。そして事態が一変したのは森林地帯の空き地に捜索の手が及んだ時、その空き地には明らかに不審な場所があったんです。廃棄された浄化槽の上に乱雑に置かれた工業用パレット。その隣を歩きながら警察は思わず顔をしかめます。すごい匂いだな。空き地にはゴミが散らばっていたため警察もその時点ではその不快な匂いをそこまで気に留めることはありませんでした。一方で警察が空き地を去った後、その場に残っていた消防士にこんなことを尋ねる女性がやってきたんです。ちょっとお尋ねしたいんですが、浄化槽の中はもう確認されてますか？彼女の名はドーン・マリー・バッハマン。この近隣で暮らしていたマリーは行方不明届が出ていたジェリーの顔写真入りポスターを見た時、彼の居場所にピンときたというんです。この女性は空き地の匂いが気になってたとか、マリーがねジェリーを見つけたね理由としては、突拍子もないことだったんですよ。捜索活動中の消防士に浄化槽のことを尋ねたマリーはその理由をこう話しました。私、ジェリー君がここの浄化槽の上に座ってる夢を見たんです。それで胸騒ぎがして。空き地に廃棄されていた大きな浄化槽は子供たちが遊び場として利用し、砦と呼んでいたもの。話を聞いた消防士は浄化槽の入り口で一つ工業用パレットで蓋がされている場所があることに気がつきました。よいしょと。これは工業用パレットをどけると同時にその目を丸くした消防士。浄化槽の中には確かにジェリーの遺体があったんです。これって予知夢ってやついわゆる、なんか話だけ聞くとね予知夢ってこう霊的なものとして感じるんですけど、実はマリーがね遺体の隠し場所の夢を見たっていうのは心理学的に説明がつくんです。というわけで本日のメトラキーワード、認知バイアスについて。まるで何かのお告げのように夢の中で起きたことが現実でも起きる予知夢は心理学上では認知バイアスによるものと考えられています。認知バイアスとは自分の身に起きた出来事を都合のいいように判断してしまう心理。人間は一晩で3回から7回の夢を見るとされており、その中の一つが偶然現実で起こることもあるんです。ほとんどの人はその偶然を後付けで予知夢だと判断しているのですが、認知バイアスによって後付けだと気づいていないんです。また睡眠中、脳は絶えず日中の経験や思考を整理しており、本人が強く関心を持っていることほど夢に現れやすくなります。マリーは地元で起きた失踪事件が気になっており、浄化槽で子供がよく遊んでいることも知っていたため、偶然予知夢のような夢を見たのでしょう。浄化槽の中で見つかったジェリーの遺体は自転車の下敷きにされていた状態。彼は両手足を後ろで縛られており、首には電気コードが内出血を起こすほどきつく巻きつけられていました。さらにズボンと下着を吊り下げられ、恥ずかしめるような格好で殺害されていたジェリー。遺体のそばにはその殺人の工程をシミュレーションしていたかのようなメモが落ちていました。下着を剥ぎ取る、手を結ぶ、猿靴は目を覆う。乱雑に書き殴られたそのメモはスペルミスも多く、犯行は子供によるものと考えられたんです。この後、友人アンソニーの妹からジェリーが行方不明になった日、彼はアンソニーと二人きりで会っていたという通報が警察へ寄せられます。さらにその日、アンソニーは茶色の紙袋を持って家を出て、30分後には手ぶらで汗だくの状態で帰ってきたとも。紙袋の中身は高速用の包帯や電気コードと考えられ、警察はアンソニーを取り調べることに。本当にさ、友達にできるような行為じゃないわよ。あまりにも用意周到すぎるしさ、突発的にこんなことやったなんて言えないわよ、絶対。本当そうですよね。これからわかることなんですけど、アンソニーはね、ジェリーのことを一切友達などとは思っていなかったんです。そんな彼の取り調べでの弁明は無理があると言わざるを得なかったんです。殺してでも欲しかった。
2000年5月29日、ジェリーの遺体が発見されたその日、取り調べを受けることになった友人のアンソニー。彼は最初こそだんまりを続けていたが、尋問が2時間ほど続いた頃、ようやく口を開いた。あの日は空き地でジェリーとレスリングをして遊んでて、あいつ怪我をしてしまったんです。それで一旦落ち着かせるために浄化槽の中に行ったんだ。それでなんでジェリー君が死ぬようなことになったんだい。事件に繋がるとは思えないアンソニーのその供述内容に警察は怪訝な表情で問い返す。するとアンソニーはこう説明した。浄化槽に入るとき、ジェリーは階段でつまずいて転んじゃったんだ。それで頭を打ってパニックになって手当てしようとしたけど、暴れるから両手を縛ったんだ。アンソニーの話にはこの時点で違和感があったが、警察はあえて口を挟まず話の続きを待った。ジェリーは頭からすごくたくさんの血を流してて、このままじゃ死んじゃうと思った。それで怖くなって逃げちゃったんだ。本当にごめんなさい。顔を涙と鼻水でぐちゃぐちゃにしながら警察にそう訴えたアンソニー。自転車がジェリーの上に乗せられていたのは、彼の自転車が浄化槽の外に出ていれば遺体の場所がバレてしまうと考えたからだった。そうやって当日の様子を事細かに説明するアンソニーを警察は冷めた目で見つめていた。そう、アンソニーの供述が全て嘘であることはもはや明白だった。なぜなら亡くなったジェリーの頭部に傷などついていなかったから。このほかジェリーは発見された際、両手足を後ろで縛られていましたが、アンソニーは両手を前で縛ったと供述。彼の弁明はどれもちぐはぐで矛盾だらけだったんです。さらに犯行の3日前、アンソニーの母親は彼の部屋で後に現場で発見されるあのメモ書きを見つけていました。下着を剥ぎ取る、手を結ぶ、猿靴は目を覆う、物騒な言葉が並べられたそのメモをアンソニーは冗談だよとごまかしたのですが、それは紛れもなく彼が考えた殺人計画だったんです。アンソニーが欲しいものがあったって言ってたけどさ、ここまでして一体何が欲しかったわけ？まあそこですよね。実はね、アンソニーとジェリーのね、仲を良くするきっかけとなったものが、皮肉なことに今回のね、事件のきっかけにもなってしまったんです。2000年5月26日、森林地帯の空き地へジェリーを連れ出したアンソニーは、メモに書かれていた殺人計画を実行に移しました。人目につかない浄化槽の中で両手足を縛られ、猿靴輪をされてしまったジェリー。アンソニーを友人だと信じていたジェリーは、手足を縛られた時も最初はただの悪ふざけだと思っていたのかもしれません。一方で、その手に電気コードを構えたアンソニーには明確な殺意が。そしてアンソニーはジェリーを考察。その後アンソニーは遺体の上に自転車を乗せ、工業用パレットで浄化槽の入り口を塞ぎ、現場を後にしました。後の捜査により、ジェリーがコレクションしていたポケモンカードのブックパックからは中身が全て抜き取られていたことが判明。それらのカードはアンソニーの自宅から回収されたんです。アンソニーはさ、ジェリーがポケモンカードすっごいいっぱい持ってるのを見て近づいてきたってことでしょ？もしかして最初から奪い取るつもりだったんじゃないの？本人がね、動機語ってないんで実際のところはわからないんですけど、ただ確かなのはジェリーのカードがなくなっていたってことなんです。逮捕された際、アンソニーは15歳でしたが、犯行内容があまりに凶悪だったこと、また計画的犯行だったことから成人同様に裁かれることに。裁判が始まるまでは自分は少年法に守られる、ジェリーの死は事故だったという主張も認められると考えていたアンソニー。裁判中、自分が極めて重大な犯罪者として扱われていることに気がついた彼は顔を覆って号泣しました。2001年2月8日、第1級殺人で有罪となったアンソニーに下された判決は仮釈放なしの終身刑。陪審員には第2級殺人や過失致死罪として裁く選択肢もありましたが、結局は考えられる中で最も重い刑が下されたんです。判決の後、ジェリーの祖父母はアンソニーの母親の元へ向かい、互いに抱きしめ合いながらこう言ったと言います。私たちはお互いに息子を失ってしまった。ジェリーのポケモンカードが大量に紛失していたことから、検察はアンソニーの動機をカードが欲しかったためと指摘しました。一方で弁護側は、そもそもアンソニー自身が元からカードを大量に持っており、自宅から見つかったものが盗まれたものだという証拠はないと主張。本人も動機を語っていないため、真実は今もわからないままなんです。新しい学校でいじめられていたジェリーにとって初めてできた友人だったアンソニー。もし彼がただカードを手に入れたいがために偽りの友情を演じたのであれば、これほど悲しいことはありません。信じていた相手が本当は自分を利用しようとしているだけだった。あなたはそんな経験がありますか？おざっすというわけでね、皆さん、そろそろ何ですか？そうですね、クリスマスですね。というわけで、ここでね、皆さんに重大発表があるんです。はい。現在ね、オンラインサロンでしか見られない限定動画を目当てに、もうかなりたくさんの人がね、秘密結社アルゴメトリに入会してくれてるんですけれども、やっぱりこう、お金がかかるっていうところで、無料期間ないのっていうね、リクエストも多数いただいてるんで、今回ね、クリスマスキャンペーンとして用意させていただきました。なんと今入れば、こちらの限定動画が無料で1週間見放題です。豊田商事会長刺殺事件、村井秀夫刺殺事件、北九州監禁連続殺人事件、和歌山毒物カレー事件、長崎男児誘拐殺人事件、バッキー事件、井の頭公園バラバラ殺人事件、プチ
チエンジェル事件。やっぱりね、事件のラインナップとしてはね、非常にこう物騒ではあるんで、ちょっとやっぱ YouTube ではやれないなっていうところでね、サロン限定してる動画ね、この他にもたくさんあります。サロンも開設してからね、半年以上も経ってるんで、限定動画の数もね、かなり増えてますと。なので逆に今から見る方っていうのは、最初からいる方には申し訳ないんですけど、ちょっとね、お得にたくさんの動画見れたりするんで、今のうちにね、ぜひね、無料期間のうちにね、見ていただき、もしね、それでこう事件をね、より知っていきたいって方はね、継続して入会していただければと思いますし、あとは普通のファンクラブと違ってね、この動画含めてサロンの収益っていうところで、いろいろ寄付させていただいてます。実績としてはね、能登半島だったりとか、あとは熊本のね、地震だったりっていうところで、ただ単に事件を上げるだけじゃなくて、それが間接的にも直接的にもね、貢献できればと思っておりますので、そういったところにも共感していただける方はね、ぜひね、秘密結社アルゴメトリーにね、ご参加いただければと思います。その他にもね、僕とかヤミコさんとのね、ワンオンワンで1対1でね、皆さんとお話しする機会も作ってますし、あとは東京だったりね、いろんな都市でね、オフ会っていうのもね、開催しておりますので、実際にね、僕とかヤミコさんとお会いしたいなとか、1対1で喋りたいなとか、いろんなお話聞いてみたいなっていう方はね、サロンにね、ぜひ入っていただければと思います。